皆さんこんにちは。さあ、冬の銀山温泉へやってきました。雪はどんどん深くなり、まるで灰色のようになってきました。これは期待できそうですよね。今回は山形県銀山温泉旅館富士屋をご紹介します。銀山温泉の開湯は約400年以上前の慶長年間、野辺沢銀山の甲府が発見したため銀山温泉と名付けられたとされています。銀山温泉の和洋折衷の独特の外観は、大正時代の大洪水の復興に際して各旅館が西洋風の木造建築に建て替えたことから出来上がったとされています。1980年代には NHK の朝の連続ドラマおしんの舞台になったことでも有名ですよね。富士屋は2006年に外観を大幅リニューアルした銀山温泉では随一の高級プライベート宿です。この動画では富士屋のお部屋と景観、すべてのお風呂と豪華な食事を中心に銀山温泉の街歩きも合わせてご紹介します。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。銀山温泉には車の乗り入れができないため、自家用車で来た場合には途中の駐車場に車を置く必要があります。駐車場から歩いていくこともできますが、富士屋の駐車場から銀山温泉街はやや遠いため、宿に連絡をすると車で迎えに来てもらいます。温泉街が見えてきました。ここからは歩いて向かいます。こちらの白金橋から見る映画のセットのような景観は大正ロマンへの入り口です。銀山温泉のベストシーズンと言われる雪景色を見ながら、しばしの間タイムトリップを楽しみましょう。温泉街に入ってすぐ分かるのは、こんな感じで観光客が戻ってきたことです。結構たくさん並んでますよね。こちらの名物のわらく足湯もこの人だかり。銀山温泉街のほぼ中央にあり、ひときわ目を引く和モダンの温泉宿、それが富士屋です。旅館富士屋の創業は江戸時代、大正時代に現在の建物の原型となる大正ロマン洋風の木造3階建てとなりました。その後2006年に後に新国立競技場をデザインする隈研吾氏の設計で、かつてのイメージを残しつつ和モダンな現在の外観となりました。富士屋のコンセプトは非日常、隈研吾氏の異名和の大家の名にふさわしく、木のぬくもりと和の伝統が洗練された現代建築と見事に融合した世界がそこにあります。こちらはエントランスロビーです。ロビーは2階まで吹き抜けの開放的な作りで、間接照明と竹、ステンドグラス、和紙で構成されたスタイリッシュな空間が非日常を表しています。富士屋は全8室、大浴場はなく5つすべてのお風呂が貸し切り風呂、食事はすべてお部屋食と、銀山温泉でも随一のプライベート宿となっています。こちらの正面にある幅15メートルのステンドグラスは、フランスのサンゴマン社のベルダールトと言われる色の手吹きガラスです。そこにステンドグラス作家の志田正人さんがフッ化水素酸で加工をしています。主に吹き抜けの2階部分に使われている細い竹のスクリーンはスムシコと呼ばれ、大分県のマダケ3万本を1本あたり約40本に細かく砕き、計120万本を一本一本現場で固定したものです。客室は全室禁煙となっているため、銀山川に面した広い喫煙スペースがあります。2階の廊下はステンドグラスとスムシコに挟まれた廊下となっています。
ロビーで座ってチェックインです。こちらはウェルカムドリンクのメニューです。今回の宿泊費は最後に公開します。貸し切り風呂の場所や使い方について説明をしてもらいながら、お部屋まで案内をしてもらいました。それではお部屋レビューです。今回のお部屋を説明する前に、ちょっとこちらの3階フロアをね、説明しておきたいと思います。下の廊下はね、木でできてるんですけども、こちらの壁がこれ和紙なんですね。壁の表面がね、和紙で覆われてて、それからこちら側、反対側の壁と、それから天井ですね。天井が竹で覆われてます。とても特徴ありますよね。そしてこちらの和紙側の壁の、なんとここがお部屋の扉ということになってます。全くね、お部屋の名前とか部屋の番号とか書いてないんですけども、こちらが今回のお部屋の鍵になってまして、黒がね3階の鍵で、そしてここに穴がねちょっと見えにくいんですが3つ開いてるんですね。それで303号室ということになります。それでは行ってみたいと思います。そしてこちらがねエントランスということになります。でエントランスからすぐこちらに洗面のようなところがあって、さらにこちらにはお部屋があるということになってます。奥の方は畳になってますけども、こちらのエントランスのところはちょっと固めのね床になっているということで、非常に特徴のあるお部屋ということになりますよね。こちら側もねやっぱり全面がねこんな感じで和紙で覆われていて、一見ね何があるのかちょっと分かんないんですが、実は右側にトイレがあって左側にはクローゼットがあるということになってます。そしてこちらがねトイレですね。トイレに関してはね、一般的なウォシュレット付きのトイレということになってますね。ただねトイレの鍵はねこんな感じの、昔風のといいますかね、こういった鍵になってますね。それからこちらがねクローゼットということになります。クローゼットにはねこちらに羽織がかけられてまして、そしてこちら側にはフェイスタオルですね、それから浴衣と、それから足袋とね、あとは浴衣の帯がありますね。そしてその下にはこんな感じで冷蔵庫がありまして、冷蔵庫の中にはミネラルウォーターと、あとビールとかねコーラとか入ってますけども、ミネラルウォーターだけ無料ということになってます。そしてこちらがね洗面ということになりますけれども、なかなかおしゃれな感じの洗面になってますよね。こちらにはねアメニティが用意されてまして、クラシエのねスキンケアセットと、あとはヒゲ剃り、櫛、歯ブラシ、ボディタオルという感じになってます。そしてこちらにはシンクがありますね。シンクもね小さめのシンプルなシンクということになってますね。こちらには電話やグラスや、あとはポットがねあって、そしてこちらはねお茶のセットということになってます。さて、そしてこちらがね今回のお部屋ということになります。富士屋にはねお部屋のタイプが3つありまして、今回のお部屋は B タイプというお部屋になります。 A タイプ C タイプに関してはねちょっと後で解説をしたいと思いますけども、 B タイプのお部屋は和室と広縁ということになってます。まずはねちょっと奥の方まで行ってみたいと思いますけども、こちらの襖はねこれも和紙でできたようなそんな感じの襖ですけども、こちらを開くとですね、こんな感じで銀山温泉の街並みが広がってるということになります。そしてね一見するとこんな感じで、ちょっとこの格子状のね木の柵が邪魔なような感じもしますけども、こちらをね開けますと、これが実は全部開くんですね。こんな感じでね。そして銀山温泉の街並みが眼下に広がるということで、なかなか素晴らしい景色になってますよね。まさにねこちらの富士屋は
銀山温泉の本当のど真ん中にありますから、こういった街並みが広がると。そしてこちらの富士屋のお部屋はね、 A タイプから C タイプまで全て川側のお部屋ということになってますので、銀山川とそれからこういった銀山温泉街のね景色が見えるということになってます。なかなか素晴らしいお部屋ですよね。ちょうどね真向かいに見えるのが昭和館という宿ですね。それからこちらには戸籍や別館が見えるということになってます。今ちょうど2月でね雪景色が見えるということで、冬の銀山温泉、2月を狙って予約をしたんですが、だいぶね気温が上がってて雪がだいぶ溶けちゃったんですけども、それでもねこれぐらいの雪景色が見れればね、十分満足かなというふうに思いますね。そして窓側からね改めてお部屋を見ますと、こんな感じになってますね。手前が広縁で、奥に10畳の和室があって、そしてねさらに上を見ますと、こんな感じで梁がむき出しになってるんですね。この梁はね昔の梁をある程度生かしているということで、非常に見応えのある天井になってますよね。そしてこちら側の広縁がね結構広いのが B タイプのお部屋の特徴ということで、かなり広い、4畳半ぐらいの広さの広縁になってますね。下はねフローリングのような感じになってます。ちょっと洋風な感じになってますよね。こちらの壁、間接照明でねかなり綺麗になってますけども、壁には和紙が使われていて、そしてこちらの障子といいますかね、この襖も全面和紙で覆われているということで、かなりこの辺りはねこだわりがあるのかなというふうに思いますね。そしてこちらがね和室のリビングということになりますけども、真ん中にテーブルとね、それから座椅子が用意されてまして、こちらにはポータブルのね小さなテレビが用意されてますね。こちらの和室はね10畳のお部屋ということになってますけども、こちらの和室もやっぱりねこんな感じで壁は和紙で覆われていて、そして天井にはこんな形で梁が見えるということになってます。寝るときはねこちらの和室の方にお布団を敷いてくれるということになってます。それでねちょっと富士屋について解説をしたいと思います。富士屋はですね全8室ということで、非常にプライベート感の高いお宿ということになってますけども、客室はですねタイプが3つありまして、こちらにあります A タイプですね、こちらのお部屋はかなり広めのお部屋で、最も高級なお部屋になります。全部で3部屋あるということになってますね。そして今回僕らが泊まっているのはこちらの B タイプというお部屋になります。 B タイプに関してはどのお部屋もね和室と広縁のお部屋ということになってます。でこちらは2部屋なんですけども、どちらも3階にあるお部屋ということになります。あと3つのお部屋は C タイプと言われるお部屋で、こちらもね和室の10畳は B タイプと同じなんですけども、広縁がちょっと B タイプよりは狭いような、そんなタイプのお部屋ということになってます。で C タイプに関しては、2階と3階に全部で3部屋あるということで、全体で8部屋の小宿ということになってますね。そして料金なんですけども、富士屋はですねおそらく銀山温泉では最も高額なお宿ということになっていると思います。タイプ A に関しては、2人で宿泊の場合には1人当たり5万円ということで、なかなかのね高額なお部屋になってますよね。でタイプ B については1人当たり3万7800円、タイプ C については3万1800円ということになってます。お風呂は5つ用意されてるんですが、いずれも貸し切り風呂ということで大浴場はないんですね。非常にプライベート感の高い温泉を楽しむことができるということになってます。貸し切り風呂は1階と3階にあるんですけども、1階にはね竹のお風呂、火場のお風呂、それから石のお風呂、地下のお風呂というふうに4つのお風呂があります。そして3階には天空のお風呂というお風呂があるみたいですね。お風呂に関してはどのお風呂も後ほどご紹介しますので、ぜひご覧いただければと思います。そしてねお風呂の泉質はナトリウム塩化物硫酸塩泉、泉温は 60.3 度ということになってますね。基本的にはね源泉かけ流しですけども、加水や加温はねされることがあるということになってます。それからねお部屋で Wi-Fi が使えます。 Wi-Fi のね通信速度は 42Mbps ありますので、十分かなというふうに思いますね。ということで銀山温泉富士屋
B タイプのお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、まずはこちらのね、天空の湯行ってみたいと思います。貸し切り風呂はね、どれも空いていれば入れるということで、こちらの鍵をね、閉めて入ります。そしてね、こちらが天空の湯ということになります。こちらが3階のね、天空の湯ということになりますが、脱衣スペースはね、これぐらいの広さになってますね。貸し切り風呂ですので、これぐらいあれば十分かなというふうに思いますね。そしてこちらにはね、綿棒とかね、シャワーキャップとか、そういったアメニティが用意されてますね。そしてね、小さめのシンクがね、こちらには用意されてます。そしてこちらがね、半露天風呂、天空の湯のヒノキ風呂ということになります。上にはね、屋根はかかっていて、一応半露天風呂ということで、こんな感じで、ね、全体が覆われてはいるんですが、こちらのガラスは実はね、こんな感じでスリット状にね、開くことができるんですね。ですので、そういった意味でね、半露天のようなそんな感じのお風呂かなというふうに思いますね。そしてこちらにはね、洗い場がしっかりと用意されてます。そしてお風呂はこんな感じです。全体がね、ヒノキでできたお風呂で、結構ね、深めの感じなんですけども、大人2人はね、ゆったり入れそうな、そんな感じのお風呂になってますよね。こちらからは泡が出てまして、そして奥から源泉が出てるということになってます。かなりいい雰囲気のね、半露天風呂ということになってますよね。こちらね、後で入ってみたいと思います。はい、こちらがね、竹のお風呂というお風呂になります。このね、周りに竹がこんな感じで使われてて、竹の雰囲気がありますよね。脱衣スペースはね、こんな感じになっています。こちらもね、他の貸し切り風呂と同様に、広さはやはり 2,3 人分の広さで、同じようにアメニティとシンクがあるというような感じになってますね。ただ周りはね、やはり竹で覆われていて、竹の雰囲気ということになってます。そしてこちらがお風呂ということになります。こちらのお風呂もね、なかなかすごいですよね。ちょっとね、外とつながってるので結構寒い感じの風は少し入ってくるんですが、周りがこんな感じで全部竹に覆われていて、すごい雰囲気ですよね。お風呂はね、こんな感じで石のお風呂になってまして、かなり広めのお風呂ですよね。大人3人ぐらい入れそうなぐらいの、それぐらいのお風呂になってて、そしてお湯はこちらの竹の筒から出てきてます。なかなかいい雰囲気のね、石のお風呂ということになってますよね。そしてこちらにね、洗い場が一つ用意されてまして、こちらにはシャンプーがあってね、そしてこちらにシャワーもね、用意されてますよね。こちらが石のお風呂ということになります。こちらはね、床もお風呂もそうなんですけども、全面が石でできていて、こんな感じの雰囲気になってます。脱衣スペースはね、こちらは少し広めの感じにはなってますね。こちらにアメニティがあって、この洗面ちょっと変わってて、木製のね、洗面になってますね。こちらがね、石の湯というお風呂になります。全面がね、石でできていて、なかなかいい雰囲気のね、お風呂になってますよね。大きさはね、大人2人3人ゆったり入れそうなぐらいのかなり大きめの湯船になってます。そしてね、こちら側には間接照明と砂利があってね、ちょっと変わった雰囲気のお風呂になってます。洗い場はね、やっぱりこちらに一つ用意されてますね。こちらはちょっとシャワーがね、大きめのシャワーになってますね。
こちらがヒバの湯というお風呂になります。こちらはね、全面がこんな感じでヒバでできていて、脱衣スペースから全て木製のね、雰囲気のいい空間になってますよね。そしてこちらは洗面になってますけども、小さめのシンクとね、それからアメニティがね、用意されてますね。そしてこちらがお風呂ということになります。こちらがね、ヒバのお風呂ということになります。もう湯船もね、それから周りもね、全面ヒバでできてるということで、こちらのお風呂も高級感ありますよね。そして湯船はね、大人2人3人ぐらいでも入れるぐらいのかなり大きめの湯船になってまして、深さもまずね深めのお風呂となってます。お湯はね、こちらから源泉かけ流しということになってますね。お湯はね、無色透明無臭のお湯ということになってます。加水や加温はされてるみたいですけども、源泉かけ流しということですね。そしてこちらにはね、洗い場が1つ用意されてますね。ちょっと面白いのはね、こちらが砂利敷きになってますね。こちらがね、地下のお風呂の脱衣スペースということになりますけども、広さはね、やはりそれほど広くなくて、こちらにね、洗面スペースがありますね。そしてね、地下のお風呂面白いのは、こちらからね、地下に行くんですね。なんとこんな感じで階段がありまして、そして階段を降りると下にこんな感じのお風呂があります。なかなか面白いですよね、これはね。そしてこちらがね、地下のお風呂ということになります。細長いお風呂、石のお風呂で、こちらもね、入り方にもよりますけども、2、3人はゆっくり入れそうな感じのお風呂かなというふうに思いますね。そして周りもね、こんな感じで全体が石でできてまして、なかなか特徴のあるお風呂かなというふうに思いますね。洗い場はね、こちらにしっかりと用意されてますね。はい、それでは天空の湯入ってみたいと思います。こちらはね、ヒノキ風呂ということで、非常に広い、足がね、向こうには届かないぐらいの湯船で、大人1人であればゆったりと入れるような、そんな感じのお風呂になってます。非常に高級感もあってね、そしてヒノキの匂いがね、ほんのりとするんですよね。とてもいい感じのお風呂になってますね。で、一応ね、これ半露天風呂ということなんですが、今こういう風に見るとね、このガラスといいますかね、厚いアクリルとこの木が交互になってて外見えないんですけども、こんな感じでこちら側の一部はね、スリット状に開けることができるんですよね。なので、今冬ではありますが、半露天のようなそんな感じの雰囲気はあるのかなというふうに思います。全体がね、こんな感じの非常に高級感のある木造りのスペースになってますから、なかなかね、いいお風呂かなというふうに思います。ちょっとね、やっぱ源泉が60度ぐらいあるんで、お湯はね、最初入るとちょっと熱めではありますけども、暑ければね、水で埋めたりとか、そういう風にして入るといいのかなというふうに思いますね。そしてお湯はね、ほぼ無色透明で、ほんのりと硫黄の匂いがするような、そんな感じのお湯になってますね。こちらから源泉は出てますが、結構熱くてね、触るのはちょっと難しいかなというぐらいのお湯になってます。そしてこちらはこんな感じでジャグジーのような泡が出てまして、そして外の景色がね、窓から見えると、もう本当に雪すごいですけども、外の景色が窓から見えるような、そんな感じのお風呂になってます。そしてこちらのね、富士屋は大浴場はなくてね、5つあるお風呂が全部無料の貸し切りということになってますので、
5つのね個性的なお風呂を、好きな時間といいますかね、空いていれば楽しめるというのはとてもねプライベート感があって嬉しいですよね。富士屋の前です。今日はここに泊まるね。まさにドールハウスだね。私たちは3階の一番ね右端。今日は満室のようですね。あ、中にライトこうガンガンつけちゃうともう見えちゃうわけだな。これ変な格好して歩いてたら丸見えになっちゃうよね。気をつけないとね。ちょっと触ってみて。熱い。わあ、これはちょっと今日はお豆腐は食べられないんじゃない。わあ、人気だ。向こうに見える黒いのが、ここも混んでる。すごい人いっぱい。すごい、ほら入れませんよ。ここが新しくできたお店だね。和模様。ちょっとここは空いてそうな感じ。フルーツ甘酒シェイク、モンブラン、何があるんだろう。どういう揚げ餅。モンブランが1個だけ売れ残る。モンブラン、中のチョコムース、濃厚なマロンクリーム、相性絶品だって。3人で1個で食べてみる。モンブランお部屋で食べてみる。売ってたら。閉まったんじゃないですかこれ。お豆腐屋さんソールド。本日の豆腐は売り切れだってこれ。そりゃ空いてるよね。生揚げを一つお願いします。生揚げ豆腐。どれちょっとふわふわだよ、ほら中。なんかこんな感じ。美味しそう。熱々だよ。持ってても熱いね。どう？カリカリ。カリカリ、表面が。このタレにこう絡ませてさ。あとおまんじゅう買ってくか。そばまんじゅうナンバーワンだって。これ買ってく。これなんか見たことないから。かりんとうまんじゅうあんじゃん。かりんとうまんじゅう。ちょっと待って。かりんとうまんじゅうも少し買ってく。これかりパンを、辛口を3個と波を3個。ごままんじゅうだって。炭だって。これちょっと買ってく。これもちょっと買ってく。
こちらが子供のお膳ですね。非常に豪華ですよね。ハンバーグとね、それからエビフライといいますかね、エビを焼いたやつですね。それからコロッケとかパイナップルとか、あとポテトフライですね。それからソーセージ、スパゲッティもありますね。そしてこちらはサンドイッチですね。卵とかハムとか、とても美味しそうなサンドイッチになってます。では、いただきます。いただきます。ドールハウスの中でご飯を食べるのって最高。今日はすごい混んでるからね。そう。外人さんがみんなすっごい楽しそうで興奮してる感じで、なんかすごい帰ってきたなって感じがするね。そうね、すごいよね。銀山温泉が本当に活気づいてて、うん、わあ、これが本当の銀山なんだなって、ね、なんかみんな楽しそうだよね。うん、楽しそうだった。乾杯。お、手がでかい。おお、リンゴジュース美味しそう。食前酒はワインですね。白ワイン。県産ワインっていうと山形結構あるんだよね、ワイン、ワイナリーがね。高畑ワイナリーとかね、そういうワインかな。あ、ちょっと甘めな感じ。あ、甘い、本当だ。甘め、やっぱり食前酒だからかな。そうだね。食前酒だからあんまり。いきなりカーっていうのはダメなのかな。そうだね。甘いし、本当度数も低めだよね、これね。ワインをね、小さめのワイン1本サービスっていうことで、こちらの高畑ワイナリーのね、スパークリングワイン選びました。目についちゃったのはやっぱりこのミルフィーユだね。綺麗にカットしてあって綺麗な層になってる。いただきます。美味しい。おやつみたいだよ。このね、この干し柿がすごく薄くて、この綺麗にサンドされてるから、本当なんか、ね、干し柿ってちょっとこう歯ごたえがある感じだけど、そんなことなくすごく食べやすい。食べやすいね。柔らかくて。美味しいものを食べるとやっぱりテンション上がってくるね。やっぱりこうね、自分がお人形さんになった気持ちで披露宴に立ってくるくる回ってみるっていうそうでも意外と能登屋と違ってこっちの方撮ってる人いないんだよね。そう自分は撮られてる気分で回ってても誰も撮ってないんだよね。そう、富士山の前の橋は、あっちの能登屋方面を撮る人ばっかり。そうだね、なんだ、見てほしくて回ってるのにって今ね、妻が3階にいます。手を振ってます。くるくる回ってます。手挙げてますね。風行きます。生風行きますか。生風田楽。山形に美味しいこの風のお店があるよね。そう。もちもち。もちもちだ、すごい。よもぎかな、これ。よもぎだね。うん。すごい中身が詰まってる札。サザエさん行きますか、サザエさん。赤西貝だって、サザエじゃなくて。赤西貝。赤西貝。さあ、でも意外とあっさり出てきちゃった。そうだね。食べやすく、こうもう肝のところとかも切ってくれて、一口でいける感じですよ。これいけて美味しい。さ、エビいくぞ。エビどうやって食べますか？これはどうやって食べますか？でもね、これやっぱりもう手でちゃんと足を全部取っちゃって頭残したかったけど、頭も取れちゃった取れちゃった。頭ももう手でいっちゃいます。食べやすい。ちょうどいい大きさ。食べやすいようにしてくれてるんだね。湯葉いきます。この湯葉はまた
ちょっとコシがあるっていう感じの。お吸い物いただきます。カニつみれ。そう、カニのつみれってなんかあまり珍しいよね、ちょっとね。カニのつみれからいきますよね。これね。もちもち。ああ、出汁がしっかりしてる。そうだね。ちょうどいいお味って感じ。ちょっと濃いめが好きなんで。そうだね。で、このカニのつみれにしっかり染みてるね。カニつみれ美味しかったですよ。お刺身すごいいろいろいっぱい乗ってる。今日はすごいめちゃくちゃ混んでる日でさ、なんか贅沢な気分になるね。こんなゆっくりさ、ここの宿は8部屋だっけで、お風呂も完全貸し切りで5つもあるし、好きな時間にもう好きなところ行けるのもいいね。ここはあんなさゴミゴミしたって言ったらあれだけど、すごく今日は人がいっぱいいてね、どこも行列で疲れて帰って本当癒される宿なんかゆっくりお風呂にも入れるしね、人とも会わないし、頑張って予約してよかったね。タイ行ってみる？タイ行ってみますか。タイ柔らかい。柔らかい。お刺身で柔らかいのはもう感動する。本当ね。イカ行くよ、イカ。イカさ、イカね、イカそうめんのようになってんのかなって思ってたんだけど、見た目。思いっきり大きいイカで、これ噛み切れるでしょうか、果たして。ちょっと。大丈夫？私大丈夫？イカが食べられたらもうこれは、これだよね。これはすごい。これすごい。本当柔らかい。なんでって、こんな大きなイカさ、こんな噛み切れんの？すごい綺麗に処理してあるわ。最初ね、もうあんまりにも綺麗すぎてイカそうめんなのかなと思ったら、もってびっくり。大きいイカだったよ。しかも噛み切れるしね。さあ、ボタンエビ行こうか。すごいよ、頭でかい。頭でかいけどこんなに体を細いんだよ。ほら、こんなになっちゃって、すごいこの足も長くて。ね、長いね。いただきます。味がすっごい濃厚。吸った。魔女。濃厚。吸い尽くした若返るかもしれない。美味しい。頭が大きいからさ、いっぱい吸えるんだよね。金太郎ね。金太郎。美味しい。脂が乗ってる、すごい。ほんと一つ一つがすごく丁寧で。では茶碗蒸しいくよ。茶碗蒸し。プルンプルン。落ちちゃった。すんごいトロトロ。エビとか。あった。あった。銀杏があった。王道の茶碗蒸しですよ。投げるかな。美味しい。銀杏あったよ。もう銀杏があると幸せ。ね、ほっとするよね。あ、銀杏があった。
になります。おお、すごい。温まり始めたらお肉を下の方に入れて、鴨鍋できてきました。おお、美味しそう。鴨鍋やってきましたよ。綺麗によそってもらったのでおじさんがやってくれた。汁からいくか。汁から。これは美味しいね。嬉しくなっちゃう。困ったね。しっかり出汁が効いております。鴨のお肉もたくさん入ってたよね。柔らかい鴨のお肉。柔らかいね。鴨の肉ってちょっと硬いイメージがあったけど。柔らかい。うん。この濃いめの出汁がいいね。ちゃんとこう野菜とかにも味が染みてて、椎茸もいいね。ちょうどいい大きさです。さあ最後のお蕎麦がやってきた。手打ち蕎麦だって。そう、手打ちだからやっぱちょっと太さがね、いろんな太さがちょっと太めの。これは楽しみだね。コシがあって美味しい。ね、これは美味しい。美味しい。出汁も美味しい。だいたいね、銀山の旅館で結構蕎麦は出るよね。手打ち蕎麦が食べられるなんていいよね。美味しい。ね、冷たいお蕎麦もいいね。合ってるね。この汁にね。あと山菜とかいろいろ入ってる。山菜っていうかキノコとか山菜が入ってる、ね。キノコ、わらび。デザート、果物たくさん。このメロンはなんか熟してそうで美味しそうなんだよ。美味しいよね、メロンね。すごい食べ応えがもうすごいね。大きい。メロン食べた後のグレープフルーツはダメだな。酸っぱい。甘いものを食べた後の酸っぱいものはやめた方がいい。何も言えねえってやつ。最後のメロンの後のグレープフルーツがきつかった。逆にすればよかったなっていうのが感想だね。確かにね。そういうことでお茶を飲んで、美味しかった。ごちそうさまでした。夜はね、食事の後に布団を敷いてくれました。厚さチェックですけども、結構ね、このマットレスのようなふかふかの敷布団が敷かれてて、これはなかなかね、寝心地が良さそうですね。夜のね、お部屋からの景色です。宇治屋から見る温泉街の夜景、素晴らしいですよね。もう本当にね、大正ロマンというのはこんな感じなんでしょうね。川もね、目の前に見えてとても綺麗に見えてます。あとね、やっぱりね、人がね、もうずっと夜になってもこんな感じで撮影をしてるんですよね。特にここの富士屋の前の端からは結構あちらの温泉街の景色がよく見えるので、とてもいい感じでね、撮影ができるんですよね。なのでこの富士屋の前の橋とか、その向こうの橋とか、その辺に人がたくさんいて、あと奥の方のね、能登屋の前のね、橋にもたくさん人がいて、夜まで結構にぎわってますね。本当にね、すごいですよね。この銀山温泉はね、人を引きつける魅力がすごいあると思います。
朝のお部屋からの景色です。今ちょっとね雨が降ってるんですけども、朝は人通りが少なくてね、そのままの銀山温泉のね姿が見えるような、そんな感じですよね。もう夜も素晴らしかったですけどね、朝のね人のいない銀山温泉街の景色もとてもいいなというふうに思いますね。こちらがね子供用の朝食膳ですね。大人と違うのはこちらのオムレツ、魚がねオムレツになってるのと、あとソーセージですかね、それからプリンがね用意されてます。ご飯は宮城県産の一目惚れということでした。そしてこちらが湯豆腐と薬味ですね。さあいただきます。まずお味噌汁から。わかめとか豆腐とか入ってる。薄味で美味しい。まずご飯を食べる前に味噌汁飲むとさっぱりするね。鮭ひっくり返して、わあすごい綺麗な色をしております。油が乗ってるのこれ間違いなく。甘めの塩加減。やっぱり油が乗ってて美味しい。ご飯も美味しい。ご飯美味しいね。炊き加減がすごくいい。さすがだね。ね。これは煮物かな。山形の、大きい玉こんが入ってる。そうだね、こんにゃく入れすぎた一口でいっちゃったから、ほんのりごま油の香りがする。するね。ごま油かどうかはわからないあ、こうやって煮物を作るといいんだね。今度やってみましょう。わあ柔らかそう。これはあそこの豆腐屋さんかな、向かいの。ね、向かいのって野川豆腐だっけ、取り分けてもらったよ。プルンプルン。美味しそう。すっごい柔らかい。歯いらねえってやつだね本当に肉じゃないけど豆腐だから歯いらないんだけどさ本当だ、柔らか。舌でプチプチってね歯いらねえすごいこの豆腐美味しい。美味しいね。今までで一番かも。恒例の温泉卵がやってまいりました。今日の温泉卵はどうかな。これは硬そうな雰囲気。ほらもう持てる。さあ割ろうかな。わあいいねこれ。ほらちょうどいい。この持てる感じがいいよね。崩れちゃうとさ、なんかドロドロになっちゃうからね。これこのまま食べられていいや。美味しい。とろとろ。黄身も濃厚だし。ほらお腹マッサージしたくなってくるねこれを見てとお腹マッサージしないとってねもう温泉卵のみで食べちゃった。完食しちゃったはい、じゃあお茶をいただいて。今回も美味しかった。倍なら今回の宿泊費は家族3人で99,900円でした。銀山温泉富士屋いかがでしたか？高級感とプライベート感、そして銀山温泉の景色を堪能できる素晴らしい宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、引き続きご覧ください。